ようございます。はるか先生です。突然ですが、皆さんは仕事と生活のワークライフバランスどう保ってますか？私の場合、仕事と治療って実際どうしてるの？大変じゃないって思いますよね。私も実は日々治療を続けながらお仕事をしています。平日毎日がっつり仕事があるわけではないんですが、やっぱり仕事と通院が被る日もあります。今回はそんな私のスケジュールの中でも特にバタバタで忙しい一日に密着した Vlog をお届けします。同じように治療と仕事の両立に悩んでいる方や、これからの働き方に迷っている方の何かのヒントや心の拠り所になれれば嬉しいです。それでははるか先生のリアルな一日スタートです。仕事や病院がない日でも私は基本的に毎朝6時から7時の間には起きるようにしています。ちなみに私は朝ごはんは食べない派です。仕事がある日は一応ちゃんとメイクをします。といっても私のメイク時間はだいたい15分くらいでパパッと終わらせちゃいますね。この新作のセザンヌの下地結構気に入りました。おすすめです。病院だけの日は日焼け止めだけ塗って髪の毛もそのまま帽子をかぶるだけの廃人モードで出かけちゃいます。目がかいってなってます。目やにがさ、糸みたいなのピーって出てくるの。糸みたいなの出るの共感者いますか？なんか右目が特に目がかゆくなりやすいです。涙が出ないからさ、菌みたいなかゆい原因が流れていかないのね。だから目薬は年中必需品です。これは崩れ防止ミストをかけています。今日は仕事の日なので髪の毛もしっかり整えます。前髪の寝癖直し、地味に時間かかる。頭の傷のところで分け目がパックリ割れたりして気に食わないことが多々あります。もう頭を切るような手術はないかななんて思いながら今は髪の毛を伸ばしている最中です。ヘアアイロンが温まるまで少し放置します。外で毎回ペットボトルを買うのはもったいないので水筒持参は基本です。メイクよりも髪の毛のセットの方が断然時間がかかりますね。片目が見えなくなった最初はアイロンする時に距離感がつかめなくてよく首元とかをやけどしていましたが、最近はだいぶ慣れてきて上手にヘアセットができるようになってきました。そして廃人モードの日でもちゃんとメイクをしてる日でも絶対に忘れないのが日焼け止め対策です。これだけは本当にサボれません。老けたくないので。ワンピースがいっちゃん楽。服を着替えて食器洗いをします。朝は時間がなくてバタバタしてしまいますが、できるだけ朝のうちにいろんなものの片付けをしておくのが夜の自分を楽にするコツです。アホ毛を整えているところです。髪の毛をまとめて歯磨きをします。ここがポイントで、まず歯磨きするときに一回ゴムを取ります。それでいつも通り歯磨きをします。歯磨きが終わったら矯正のゴムかきをまたしていきます。これ本当に邪魔でついついサボりがちになっちゃうんですよ。早く治療を終わらせたいから最近はなるべく長時間つけるように頑張ってます。一番最後にリップを塗ります。私はいつもお仕事で行く場所が違うので事前の準備はしっかり確認します。洗濯機に乾燥までできるものだけを入れてスマホモードに設定しておきます。外からスマホでポチッと遠隔操作できる洗濯機、お金かけてよかった家電ランキング1位です。それじゃあ行ってきます。仕事そのものが嫌いなわけじゃないんですけど、とにかく通勤が本当にしんどいですよね。特に今日は駅から職場までがすごく遠い日で何度車が欲しいと思ったか。
いつもこのくらいの時間に仕事が終わります。ここからは移動時間をどれだけ削れるかの勝負です。実は私アレルギーが多くて、お昼を食べられないかもしれないリスクを考えて、コンビニでプロテインバーみたいなものを買うこともよくあります。歯医者さんの最寄りに到着しました。予定まで少し余裕ができたので、お昼ご飯食べられそうです。マックとか牛丼屋は安くて早いから最高なんですけど、アレルギーの関係で私は控えていて、今日はアロハみたいなお店でお米ベースの食べられそうなものを探しました。これから歯医者なので、事前にお手洗いでしっかり歯磨きをします。この時間帯のオフィスビルってほとんど人がいないので、めちゃくちゃ歯磨きがしやすくてありがたいです。クリーニングと器具の調節をしてもらいました。治療中、口を開けながらうとうとしちゃうことがあって、先生には申し訳ないなっていつも思ってます。次回の予約を取ったら歯医者は終わりです。帰りに遅い母の日のプレゼント用にコーヒー豆を買いました。私自身はコーヒーに全然詳しくないので、どれが美味しいのか正直さっぱりわかりませんでしたが、喜んでくれたのでよかったです。ただいま。帰ってきたら何よりもまず最初に手洗いうがいです。外から洗濯機のボタンを押していたので、帰ってきたらちょうど乾燥まで終わってる状態。これが本当に助かるんですよね。洗濯物を畳んでいきます。ここからはちょっとした仕事の連絡を返したり、YouTube の動画編集をしたりする時間です。私が帰ってきてから彼くんが帰ってくるまでの隙間時間をいかに有効活用できるかが毎日の充実度を左右します。この顔はよくわかりません。彼くんから今から帰るよと連絡が来たので、ここからは時間との戦いです。帰ってきてすぐ着替えることもあるんですが、いつもタイミングはバラバラです。お米をセットして夕飯の準備をしていきます。彼くんが帰ってきたら、あとは温めるだけで出せる状態のところまで料理を仕上げておきます。こんな感じで私は日常を過ごしています。ありがたいことに今はフルタイムでガチガチに働くスタイルではなくても、なんとか生活できている状態なので、仕事と治療の両立は比較的しやすい環境にあります。彼くんが帰ってくる前にシャワーを済ませておきます。お風呂から出てパックをしたりドライヤーをしたりしていると、だいたい彼くんが帰ってきます。彼くんと一緒に夜ご飯を食べて、毎日24時までに寝るのを目標にしています。という感じで、はるか先生の仕事と通院のリアルな1日密着 Vlog でした。じゃあね。